皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍の戦車があまりにもやられすぎたために、今から半世紀以上前の戦車 T62 を戦線へ投入しなければならなくなったのではないかといったことを取り上げていこうと思います。今回の動画では、なぜそのように半世紀以上前の戦車を投入しなければならなくなったのか、そのことを解説するとともに、そこから見えてくるプーチン大統領の冷徹な判断についての考察も合わせて皆さんにご紹介しようと思います。それでは一体どのような発端から T62 が戦線へ投入されるのではないかといったことが分かったか、まずは映像から見ていきましょう。列車に乗せられて大量の戦車が輸送されているという動画が投稿されました。このような光景というものはこれまでも多く見られており、それ自体は別に珍しいものではありません。特に本格的な侵攻が始まる前はこのような兵器の輸送が大量に見られたことから、ロシア軍の戦力が結集しているんだなということがインターネットで誰もがわかるような状況になっていたのです。今回特に注目されているのは、そこに載せられている兵器が T62 だったということです。T62 は1950年代に研究開発が行われた戦車であり、実際の量産は1960年代からスタートしました。ですから現在はすでに前線配備が終わって保管状態にある戦車たちです。もしも何かがあれば使おうとはしているものの、実際にはそのような役目はきっと来ないだろうと思われていた戦車です。この戦車が到着したのは一体どこかといったことも一つ話題になりました。ウクライナ南部メリトポリの駅に到着したということが判明しました。T62 はすでに説明したように、すでに現役から退いた戦車であり、現在のところ保管されています。ただし、この保管というのは屋根付きの倉庫のようなところで、きっちり管理されて保管されていたわけではありません。ほとんどの場所で野ざらしで保管されていて、雨が降ったら降られっぱなしだし、また雪が降ればその雪が積もりっぱなしという状況で、ずっと長い間放置されていたのです。そのためほとんどの T62 が保管状態が良いものではなく、赤サビまみれの年代物の戦車といったのが実態です。T62 戦車は1950年代の開発で、1960年代から70年代にかけて量産された戦車です。つまり半世紀以上前の戦車であり、現代の戦車と比べれば当然のようにその戦闘力は低いものです。なぜこのようにものすごく古い戦車を使わなければならなくなったかといえば、それは現在の現役の戦車である T72 や T80 が多く撃破されたために、予備兵力としてそのような主力戦車を投入することが難しくなってきたということを意味しています。ウクライナ側の発表では、ロシア軍の戦車はすでに1000両以上を撃破したと発表しています。ただしこれについては少し過大報告している可能性があるために、映像やもしくは衛星写真の情報などからイギリスが確認したところ、まだ1000両までは届かないのではないか。しかし800両程度の戦車は撃破しているに違いないとしています。何にしても自衛隊であれば300から400両の戦車を持っていますから、イギリスが確認した数値の方が正しいとした場合においても、すでに自衛隊2回分が全滅するぐらいの数の戦車が撃破されたという事実があります。そのような状態ですから、ここ最近においては主力戦車を補充するのが難しくなってきたのでしょう。その兆候が最初に現れたのは、量産している兵器ではなく、試作機であったり特注品の兵器が様々投入され始めたことです。つい最近では T80 の後継である T90 戦車が登場し、早速破壊されましたよというのがニュースになりましたし、その後においてもほとんど量産されていない戦車支援戦闘車ターミネーター2が投入されたよであったり、レーザー兵器を投入したといった話などもありました。これらなどはほとんどの場合量産が全然されていないために、ごくわずかな数しかロシア軍は保有していないものです。そのようなものを投入することによって戦局を大きく変えることはほとんど不可能ですが、実際戦力が必要なんだから使えるものはどんどんと使え、そして最新であればあるほど基本的には古いものよりは良いはずだということから、そのような兵器が投入されてきたのです。このような事態に陥っているのは明らかに主力兵器が大量に破壊されてしまったことの一つの証明だと言えるでしょう。
そのような最新兵器の投入といったものの最後にやってくるのが、もう投入するものがないんだからもっと古いものでもいいから使えるものだったら使えということで、現役を退いた T62 がおそらくはオーバーホールやもしくは共食い整備などを経て使えるものを前線に送ることとなったのでしょう。これは明らかにロシア軍の内情がかなり厳しいことを意味しています。ただし、ここまで話を聞いて、なんだそんな古い戦車を出してきても全く意味がないじゃないかと思われる方もおられるでしょうが、そこの点については少し考えを改める必要があります。それは、たとえ古い戦車であろうとも兵器は使い方次第で十分に戦闘力を発揮することとなります。なぜならば、ものすごく単純な話ですが、歩兵対戦車でもしも歩兵の側に対戦車ミサイルなどがなければ当然のように戦車の方が圧倒的に強いです。それはたとえ半世紀以上前の兵器であろうとも力関係は変わりません。さらに今回到着したであろう場所というのが南部メリトポリというのも一つ注意点です。なぜならば現在一番激しい戦いが起こっているドンバスの戦いにおいて、現在は東から西へと進んでくる圧力が最もウクライナ軍を苦しめているわけですが、南から北へと進んでくるこのロシア軍の攻勢が強化される可能性というものがこの戦車によってわかるのです。特にメリトポリからそのまま北進して襲撃するとなれば、ウクライナ軍はこの防戦のためにより多くの兵力を割り当てなければなりません。その分ドンバス地方における戦いに兵力が持っていけないとなれば、当然のようにこのような多方面の攻撃に対しては非常にウクライナは厳しい戦いを迫られることとなります。ただし T62 は古い戦車ですから当然のように戦闘能力そのもので言えばウクライナ側の主力戦車である T72 よりも基本的には弱いです。また対戦車ミサイルをしっかりと装備している歩兵が射程距離内に収めることができれば撃破することそれ自体はあまり難しくないでしょう。しかしそれはあくまでもカタログスペック上の戦い、つまりゲームであればそうなんだけど実際の戦場ではそうではないことが起こり得ます。それはどのようなことかといえば、それはロシア側が飽和攻撃を仕掛けた場合です。例えばウクライナ軍の守備隊の方に戦車が1両、そして対戦車ミサイルが6発程度あったとします。そのような守備隊に対してたとえ古い戦車であろうと T62 が重量編成で迫ってきたとなれば、対戦車ミサイルを全部撃ち尽くしたとしてもロシア側の方の戦車の方が多くって味方の戦車がやられてしまい、そして陣地が蹂躙されるなどといったことが起こり得るわけです。対戦車ミサイルも無尽蔵にあるわけではありませんし、戦車の数をそれ自体を比較した場合においてはウクライナ軍の側の方が基本的には少ないということを考えれば、損害を度外視して力攻めにロシア軍が出てきた場合においてはどうしてもウクライナ側は大きな被害を被って後退せざるを得なくなってしまうのです。しかしそのような戦い方というのはロシア軍の方にどんどんと戦死者が増えていくことを意味します。通常このような戦死者がどんどんと増えるような戦い方といったものをすれば当然のように国内において反戦運動や厭戦気分が広がるものですが、そのような点においては独裁者による政権が維持されているためにそう単純にことは運びそうもありません。すでにロシア側はこのような大量の戦死者が出ることを前提とした政策の実施に踏み込んでいます。ロシア志願兵の年齢制限を撤廃へ、兵員不足を補う狙いか。タス通信によるとロシアの議会で25日、軍の志願兵の年齢制限を撤廃する法案が可決された。ロシアでは現在18歳から40歳までのロシア国民と18歳から30歳の外国人が軍と志願兵の契約を結ぶことができるが、この年齢の上限と下限の両方がなくなる。欧米ではウクライナ侵攻後のロシア軍の戦死者は最大1万5000人にも上るとの指摘が出ており、兵員不足を補う狙いがあるとみられる。ロシア下院では法案は通常当初案を修正しながら3回に分けて審議されて可決されるが、志願兵の年齢制限撤廃の審議は25日に第1回から第3回までが一気に行われ、全会一致で可決された。その直後に上院も承認した。ロシア側は戦死者の発表というものを基本的には行っていません。開戦当初において2回だけ発表しましたが、その時点での戦死者の数というのは千数百人程度にとどまっており、それ以後においては戦死者の公式発表というものは行われていないのです。このことが何を意味しているかといえば、それは戦争が終わるその最後までプーチン大統領はきっと戦死者を公表する気がないんだろうなということです。
戦死者が明るみに出れば、それは当然のようにロシア国民にとって衝撃の数字となります。なぜならば、少なく見積もってイギリス側の戦死者数の数だけで言っても 1.5 万人程度であり、これはアフガニスタン侵攻によって何年もかけて亡くなった戦死者の数をすでに上回っている状態なのです。そしてウクライナ軍側が発表している数値で言えば、それよりもはるかに多い数、戦死者の数は3万人に迫ろうとしている状態であり、このような数を公表することはプーチン政権にとっても大きな打撃になると思われます。ですから、そのような打撃になるような戦死者数の発表については一切伏せた状態で、戦場に兵士が足りないんだから、この足りない兵士をどんどんとつぎ込むための政策転換を行っているのです。しかもロシア軍はこうした戦死者の数を数えることといったことについてもかなり怠っています。例えば戦場で亡くなった兵士を回収するかといえば、ほとんどの場合回収を行わず、亡くなった兵士については脱走もしくは行方不明者扱いにすることによって戦死者遺族に対する給付金などを一切出さないようにしていると言われています。一方で兵士を募集する際においては、その地域における平均的な月収の3倍から4倍程度の高額を提示した上で、お金に釣られてやってくる兵士などを大量に雇用しているという話も出ています。ロシア国内においてはそのようなお金で釣られるような状況といったものがあります。それは報道管制することによって激しい戦いが起こっており、ロシア兵がたくさん亡くなっていること、それ自体が一切知らされていないという状況に陥っているからです。ですからきっと戦場に行ったとしても自分は生きて帰れるという幻想を抱いた人たちが高い給料に釣られて戦場に送り込まれるというわけです。そしてそのような人たちが乗り込む戦車というのがすでに現役から引退して半世紀近く経つ T62 というわけです。プーチン大統領にとってはそのようなもはや鉄の棺桶状態の兵器をどんどんと送り出すことに関して言ってもほとんど気に病むところはないでしょう。むしろそのような犠牲というものがあったとしても、自分が目指す政治的な目標を叶えることの方がはるかに重要だと考えられます。例えば攻勢に次ぐ攻勢でウクライナ軍を守備一辺倒にすることができれば、その間に現在占領している地域を例えばロシアに併合するといった手続きを済ませて、それ以後のウクライナ軍の反撃に対しては領土侵略を行ったのはウクライナ側と言いがかりをつけることによって、どっちもどっちだという世論を国際的に広めることによってロシアに対する風当たりを弱くしようという狙いもきっとあると見られます。戦いが長引けば長引くほど支援している側の国は支援疲れを起こします。独裁者が支配するロシアと違って NATO 加盟国は基本的に民主主義体制の選挙があります。ですから多大な支援が負担となって国民の不満がたまれば NATO の足並みは乱れるというのがプーチン大統領の目論見だと思われます。しかし今現実に起こっているのは、主力兵器がもはや底をつき全盛期の遺物を戦場に送り出し、さらには戦場に送る必要のなかった人たちまでもどんどんと巻き込んで戦場に送り込んでいる。このような危機的な状況にあるのはロシア側の方であって、国際的な支援が継続的に行われるウクライナとは明らかに状況はウクライナの方が有利です。ですから一戦場においてたとえロシア軍が勝ったとしても戦略上における敗北といったものは私から見れば決定しているものであり、長期戦を戦うその士気の高さといったものをウクライナ側が維持することさえできれば、必ず軍事的な逆転するチャンスはウクライナ側にやってくると思います。あとは支援する側の方が戦いは数ヶ月で終わるのではなく年単位で続く可能性があるということを頭に入れておく必要があるでしょう。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょう。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。